今日はバイクピープル番外編としてブルーラグ鹿児島店店長のあぜみさんについて掘り下げたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すみません、貴重なお時間いただいて。とんでもないです。何を言ってんすか。で、ブルーラグのあぜみさんはもう本当に創業メンバーなので、ブルーラグの昔の話も聞ければいいなと思って来てもらってるんですけど、僕はもうプロ中堅なんで、創業の時のこと分かってるマックスさんもちょっと隣に来てもらって助っ人としてもらって当時の話を一緒に振り返ってもらえればなと思います、ね。役に立てるかね。いやとんでもない。ぜひよろしくお願いします。そもそもなんかその最近特に YouTube やり始めた頃ぐらいからブルーラグのこと気にしてくださってる方とかだと、あれあぜみさんってみんな口に出すけどどんな人みたいなのが多いと思うので、今日はねその不明点がねなくなればいいかなっていうのをお話しさせてもらえればなと思います。改めてねあぜみさんのことを深掘りって感じですかね。そんな、はい、じゃあ自己紹介。はい。あぜみさん自己紹介お願いします。1カメで。ブルーラグ鹿児島でやらせてもらってるあぜみと申します。よろしくお願いします。お願いします。だけ？なんかないんすか？自己紹介。なんかないですか？年齢は？足利さんと同い年なんですよね。47です。ああ、見えない。本当に？はい。本当見えない。いや。わかるよ。いや。はい。そうだね。自己紹介。ブルーラグに入ったのが割とこう初期のところで、何年ですか？確かに。年で言ってもわかんない。創業2006年ですよね。創業が2006年。来年で20周年なんで、そう考えるとそこではもういたんですよね。オープンして割と早い段階で入ったかな。でアルバイトから始めて。アルバイトっていう仕組みあったんですか？なんかもう普通に週2回3回ぐらいから入って最初みんなアルバイトでしたよね。もう全然そうですよね。普通にアルバイトな感じでやって、週2、3回ぐらいから入って、で少しずつこう忙しくなっていくにつれてこう毎日入るようになって、なるほどっていう感じで今までっていうか一回抜けたけど初代メカニックって感じですもんね。誰もいなかった、自転車屋さんやるって言った時にね、最初ブルーラグ社長が始めた時はそのウェアとか自転車にまつわるウェアバッグとかサイクルキャップとかをメインに取り扱ってたんだけど、パーツもちょこちょこ取り扱うようになって、そのリムとかベロシティの、あとハブとかがこうちょこちょこ入荷するようになって、でこれやっぱりなんかこう自分たちでこうパーツだけ売るだけじゃなくて、なんかホイールの部品売ってるんだったら組み立てて販売できた方がいいよねみたいな流れで、僕がこうじゃあいじれるようになってみたいな。全然右も左も分かんなかったんですけど。そもそもあぜみさんって僕は知ってるから質問口調になるのも変なんですけど、ブルーラグ入る前は何されてたんですか？僕はブルーラグ入る前は、メッセンジャー、自転車でデリバリーするメッセンジャー業務をしていて、そもそも自転車に興味持ち始めたのは何歳ぐらいの頃ですか？なんか中学生の時とかはマウンテンバイクとかなんか変なボロいやつ乗ってたりしてはいたけど、本格的にこうなんか楽しいなって思えた自転車の時期ってどれぐらいなんだろう。だって急にメッセンジャーやろうってならないじゃないですか。23ぐらいの時かな。その時沖縄に住んでた時があって。そんな時がサーファーですからね。サーファーはいいよ。いいっすか？そこはサーファーはいいっす。いやでもだっていい話。スポンサーがつくぐらいでね。いやサーファーはその時代もあったけど、沖縄から戻ってきて車を持ってたんだけど、車をその時戻ってきた時に手放して、で足が必要だなっていうふうに思えて、でそしたらなんかやっぱ自転車が一番いいよなっていう話で、最初アルミのロードバイクを買ったんだよね。
何買ったんですか？スコットのあ、ほうほうほう。こんなぶっといダウンチューブが硬くて、はい、いいじゃないですか。カチカチで、だけどやっぱりすごいよく走るっていうか、タイヤも細かったし、あのスピード感ってこんな自転車って進むんだって思って、そこからいろいろ興味持ち始めて、メッセンジャーバッグだったり、でなんか乗っていくうちにこうどんどんハマってきて、これなんか体を動かしてこうお金稼げる仕事ってなんだろうっていうふうに思えて、そしたらねメッセンジャーっていう仕事があって、そこからかな。それメッセンジャーやり始めたのが何歳ぐらいの時ですか？24。あ、結構じゃあもう東京帰ってきてトントンってもう自転車にはまってってって感じですね。そう。あずみさんが所属してたメッセンジャー会社は本当にね、もう本当すごいとこだったんで、僕はまずそこがすごいなって思うんですけど、ブルーラグのメカニック以前にサイクレックスっていう。でもまあその最初入ったの僕バイク便がやってるこうその下のなんかこう小さい自転車便みたいなところで働いてて、で最後にこうサイクレックス1年ちょいぐらい走って、でそこでやってたじゃないですか。でそうなってどういう、今マックスさんと話してくれましたけど、どういう時系列というか流れで、そのブルーラグにじゃあ足川さんと一緒にやろうってなったのとかって。サイクレックスで走ってて、その業務も結構その当時すごい忙しい時期で、本当にこう業界が盛り上がってた時期っていうか、待機もないぐらいにずっと走りっぱっていうか、変な話めちゃくちゃその稼ごうと思ったら稼げるみたいなことずっと言われてましたよね。一番ねトップで走ってる子たちなんかもすごい金額稼いでたダブルラッシュダブルラッシュダブルラッシュ立ち寄りみたいなでそのぐらいの時期に働いてて、酷使してたっていうか分かんないけど、ちょっと体壊すことがあって、ちょっと足をね、で怪我でちょっとこうデリバリーができなくなる状態になって、しばらく休みをもらうっていう感じになってなんだけど、休みが長くなっちゃうともちろん稼げないからデリバリーは。でちょっとどうしようかなっていうふうに考えてた時に、ちょうど僕その当時本町に住んだんだけどその本町の水道通り、幡ヶ谷の隣ですね、水道通り側になんかお店が小さなお店ができてて、でこうよく通ったんだけど水道道路のとこで覗いてみたら、なんかこう自転車にまつわるそのサイクルキャップとか、メッセンジャーバッグとか置いてあって、なんかお店できるんだと思って、可愛いお店があって、できるんだなと思ってた時に、うちの社長と僕の共通の先輩がいて、怪我で働けないんだったらそこでちょっとバイトしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに言われて、でそこからこう社長に会いに行ってみたいな。でもトントン拍子ですか？もうなんかこんにちはって挨拶してトントン拍子でもないんじゃない。もう僕もそんなねお店に立ってこう仕事をするっていうようなこともあんまなかったんで、そのやっぱ右も左も分かんなかったし、どういうふうに接客してとか。あずさんいじる方は最初どうだったんですか？いじる方はデリバリーで走ってた分、そのタイヤ交換とかピストだったんでその時、チェーン交換とかパンク修理とかハンドル交換とかっていうのは、六角レンチでできるところはできてたけども、その込み入ったそのホイールとか、そういうところはやっぱ勉強しないとなかなかね。今は若い子じゃ未経験で入ってきましたって言っても、教えてくれる先輩たちがいる状態だったんですけど、基本的にいじるのは一人だったわけじゃないですか、安住さん一人で。教わる人も近くにいないしっていう時はどうしてたんです？なんか本とかでさ、よくあるじゃん、ロードバイクでなんちゃらみたいな、そういうのも読んだりしてたけども、でも実際読んでみてもなんか工具がその場にもないし、
分かんなかったっていうか、これどうやって覚えていくんだろうと思って。そうですよね自転車って専用工具めちゃくちゃありますもんね。そう、この工具ないしなみたいな。でやっぱ思ったのが、その自転車屋さんに行ってやっぱ聞いたり教わったりした方が一番早いんじゃないかなと思って、でその当時高円寺にビーンズっていう自転車屋さんがあったんだけど、そこの人たちと、教えてもらう前から、交流があってでそこでちょっとホイール組とか、いろんなことも含めてちょっと勉強させてくださいみたいな話で、朝の時間、その当時ブルーラグ2時から10時の営業時間日当だったんだけど、でその2時前にでそこのお店9時ぐらいからかな開いてて、で朝9時ぐらいから行ってでオープンするぐらいまで教えてもらったり、ママチャリの整備とか普通にしてゴミ出しとか普通にアルバイトみたいな、デッチ暴行的な。でも僕うっすら覚えてるのはその時お給料はもういらないから働かせてくれって言ってお給料もらってなかったって聞いたんですけど、なんか教科書代、ビーンズさんで、そうビーンズさんでもうね急に来て、もう迷惑だからもうお給料いらないから、とにかく勉強させてくれみたいな、結構、熱い感じでもう叩いたみたいな。いや、お給料はもらえないでしょ、そもそもやっぱ、もらえないし、今だったらほらね、そうだね、なかなかそうはいかないかもしれない。いやでもすごい情熱そうですよ。だってこれやっぱ普通に話してますけど、なかなかやっぱできないですよね。そんなことはない。いやできないと思いますよ。僕だって分かんないから、ちょっと分かりそうな自転車屋さんに聞き行くって、やっぱなかなかできないと思うんですよ。あぜみさんの人柄だと思うし、それは本当にすごいなと思いますね。だし、2日3日で始めたバイト、ハマっちゃったってことですよね。そう単純だからなんかこういったらなんかもうこう行くタイプ、楽しい臭いってなったってことですよね。ビンズさんもね、赤間さんと増田さんがね、増田さんも人がね最高でしたからね。バイクロアね、こう作った人ですよね。そうビンズね。本当にね知識もいっぱい人たち持ってたんで、いろいろなこと聞いたり、なんか半分雑談ばっかりだったけどそれが楽しかったりしますからね。そうすごいなんか面倒見よくてお世話になりました。当時は多分今はねすごいいろんな車種取り扱ってますけど、さっきねベロシティのリムとかって言ってて、もうトラックバイクムーブメントって言っていいぐらいの、安っぽい言葉になっちゃうかもしれないですけど、トラックバイク全盛だったから、特にそういう込み入った、今で言う、今で考えたらそんなにあれ込み入ってないけどギア付きの自転車とかってなってくると、多分当時ね、手探りでやってらっしゃったんじゃないかなって僕は想像するんですけど、大変だったと思いますね。でもね、聞きに行っていうのが一番早かったから、あんま聞きづらいことも聞いてたかもしれないけどだけどそれが一番ね、なんか一番良かったっていうか、みんな親身に教えてくれたりもしてたし、多分そういう時代だったんじゃない。僕なんかもなんかさ、洋服とかもさ、その当時雑誌とかさ、そういうところから見つけて、この店いいなみたいなで、そこのお店行ってなんか店員さんと仲良くなったり、でこう足を使ってこうなんか情報を得るみたいな世代だったから、SNS とかもないし、パソコンとかっていう時代でもなかったから、なんかそういうのが身に染めてたっていうか、羨ましい時代でもありますよね、今から思うとね。確かにフィジカルでなんか出会ったりとか経験蓄えたりとかっていうのがなかなか今ねやろうと思ってもできづらいところとかもあると思いますし、なんで一応来年20周年だから聞いとこうかなと思うんですけど。来年20周年。そうなんですよ。足利さんと初めて会った時どんな印象でした？社長は若かったね。
同い年じゃないですか。同い年か。同い年。若い。なんかこいつ若えって思ったってことですか？同い年だ。いやいやいや。29とか30。29、30ぐらいじゃない。話しておいた方がいいですよ絶対。いや。で共通の先輩が、じゃあわかんないですよ。今当時をわかんないいなかったんで最初ですけど、足利君この子バイトでどうみたいな感じで紹介されるわけじゃないですか。あぜみって言うんだけど。そういう感じだったっけ。もはや忘れてるから。でもなんか当時もね、多分まあ安住さんの後も何人かね、こう雇う人ってそうだと思うんだけど、みんなもうお店に来てくれた人に声かけて、もうその場でじゃあ明日からお願いねみたいな、そうだよね、感じのね、雇い方でしたよね。そうだよね。まあ僕もそうだけど、マックスもそうだもんね。2号店の時に来てね。そう毎日のように来てたもんね。マックスさん毎日来てたんですか？いやそんなことないです。いや毎日。週末だけでした。いやほぼ毎日で。そう週末だけ休みの週末に来てて、で仕事を辞めてその1週間ぐらいフラフラしてる時期は毎日来てた。メッセンジャーバッグしょってね。そう自分で作ってた。マックスさんは僕の聞いた話が正していれば、その自作のバッグを背負ってお店来た時に足利さんに声かけられたっていう。そうです。本当こんなことあるんだみたいなね。そうよくじゃあやってみっかみたいな。じゃあマックスさんお願いします。マックスさんいくつですかその時？22とか。20でも本当に23、22。コロさんはどういう感じだったんですか？コロスケはコロさんね、コロさんが一番わかんない。なんだろう、ヤンキー。ヤンキーちょっとメガネかけてるヤンキーみたいな。ちょっとメガネかけてインテリギャグさんみたいな。なんかイケイケだよね、コロスケはね、その当時。いやでもそう、いや本当カリスマって感じでしたけどね。確かに。なんかお店入ったらその当時スニーカーアシックス履いてたじゃないですか。履いてたっけ？覚えてます？あれモデル名今よく覚えてます。いやすげえおしゃれだったのよ。履いてた。ちょっと色が違うね。そうバッシュ。この人めっちゃおしゃれだな。で乗ってた自転車もレベル。あれは足利さんのねお下がりだったりしたけど、自転車めちゃくちゃかっこいいし。てかみんな当時そのお店の前にスタッフの自転車がほら並んでるじゃないですか。でそれをみんなお客さん来てずっと見てるんですよ、みんな。スタッフのチャリを当時見れるとこなかったっすよね。で何のパーツだこれみたいな。俺もずっと見てたし、お客さんもずっと見てるし、でなんかどこで手に入れるのか分かんないみたいな。でも聞けないみたいな。そうだよね。お客さんの自転車とかね、スタッフの自転車がいっぱいね止まってたよね。でやっぱブルーラグのスタッフが乗ってる自転車はもう圧倒的にかっこよかったから。確かに。であぜみさんも当時何乗ってましたっけね？何乗ってたっけ？マキノ？なんかファニーバイクもありましたよね。ファニーとかも一瞬ね。マキのものだな。ボーグか。ボーグも乗ったね。もうちょっとあんま覚えてないな。マックさんでいうあぜみさんといえばの自転車はどれなんですか？今探してこの辺に出してます。やっぱハンターかな。ハンター。あれはもうなんか全部きっかけなんかブルーラグのきっかけになったりしてかなみたいなぐらいの感じで捉えて今ですね。色が塗り替えてかけたりして。そうね。自分で塗り替えて。あとシエロのスポルティーフ。いやそうだな。でもワンバイワンもねかっこよかったですね。ワンバイワンもね。ダメだ。どれもディスクトラッカーとか。僕はあれなんて言うんでしたっけ？ロングホールを分割するやつはなんて名前で売ってたんでしたっけ？僕やっぱランドナーとかツーリングバイク好きなんで、あれにモトライトつけて 650B にするっていう、今じゃすごい当たり前 650B のタイヤを当時ですよ。でラダ 100C で固定ギアでいわゆるやってでシクロクロスでちょっと太いタイヤってかっこいいなってなった途端に急に 650B の38B とかつけて俺が忘れてることを何この自転車っていうのを僕はまだページ越しで見てました。まだ入社前だったんで。すごいね。嬉しいです。すごい。そうまあね。当時は20シクロクロスあってで29インチがポンって出てきて、でもデカスキルってなって 650B が出てきてたぐらいの時にそのマウンテン系の 650B とでツーリング系の
27.5 と何このグランボアのタイヤそうグランボがちょっとまたこう何これと思って初代当たるみたいなね。そっちかみたいなね。何これ縦のパターンみたいな。そうすごいと思ってでそうもう安いしっていうのが僕が多分1台が僕らだけで安住さんって言ったら1台がすごい、しかも今じゃないからね、10年以上前にやるなんで、そうそれがすごいなっていう。やっぱ何でもね、もうこのセンスの人なんだと思う、本当に。センスの人。いや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 マジでかなわない。いや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 。どっかでやっぱブルーラグメカニックは安住さんに嫉妬してるみたいな。いやそんなこととこないでしょ。があるので。真似したくてもできないですよね。やっぱね。センスの部分。今のみんなたちの方が全然すごいなと思うもんね。本当。サーセンってなんで。いやとんでもない。さっきマックスさんとコロさんの話してたんですけど、その各店長陣が入社した時の印象とか、入社の順番としては多分谷さん、松本さん、中也さんだと思うんだけど、谷さん来た時はどんな印象でした？谷君来た時はピストンスターかな、彼。あ、違う、サーリーだったかな。空手っすね、多分。空手モンキー見た。ビッグはベンじゃない、ビッグシュワルベ入って。そうだね。髪も超このぐらいあったね。多分そうで古着着て、あ、なんかそれっぽい子が来たんだと思って、なんかこう雰囲気合ってるしさ、サーリーとサーリーっぽいなと思って谷君が来た時は割となんかね、共通意識が多分あったんだよね。彼もやっぱハンドメイドの世界も好きだし、でサーリーのこうちょっと武骨な感じ、いなたい感じも好きだし、彼となんかその雰囲気的なところは同じ共通なものはあったんじゃないかなっていう。で組む自転車もね、ああいうこうフェンダーつけて太いタイヤでみたいのも多分彼最初の頃ぐらいからもう好きだったんじゃないかな。そこからね自分でいろいろ研究してって今ね確立してるじゃない？谷さんもそういう時あったんですね。そういう当たり前なんですよ。まあみんな若いからね。まっちゃんも若かったし、中也も若かったし。でじゃあその後松本さんが入ってくるじゃないですか。まっちゃん入ってきた時はお洋服屋さんっぽい感じだったな。ね、こうおしゃれな感じだったよね。そうですね。やっぱ谷さん松本さんも1日目はガチガチできます？ガチガチだったんじゃない？ガチガチじゃない人いないんじゃない？みんなガチガチ。ある程度みんなやっぱ緊張感がね。だけどその当時僕とあともう一人の子かな、メカニックいたの。マックスさんが思い出せなかったらもうね、僕もねその辺の記憶結構ないですよ。そう俺も自分に必死すぎて。そうですよね。マックスさんはマックスさんでね、名作をたくさん生み出して、マックスさんも次取り上げますからね。いやいや、みんななんかさ、お店全体がもうだってこのキャパをだって確かに3、4人とかで、俺とかも店頭めちゃくちゃ出てたからさ。メカニックも僕と三好君とプサンが週末来るみたいな。そうですよね。そうっていうぐらいだったもんね。店頭もコロスケマックスがだけ、あとまあ社長ね、社長がいてね。であずさん、三好さん、谷さんぐらいからちょこちょこね入社。そう松ちゃんもね、今じゃねあんなすごいメカニックっていうか店長になって、そんで次中也。あ、そう中也も若かったからね、その当時ね。大学卒業してとかじゃないの、すぐ。中也入ってきた時は安住さん言いましたっけ？俺多分ちょっとこうそんな被ってないんじゃない？もう上馬行ってたんです。そう中也は上馬だったし。あ、そっか、安住さんだって上馬のあれ上馬やる時も安住さんじゃん。実はね、伝説の2階の壁を壊す。多分ね、画像ねあるよ。あるんですよ。壁を取っ払って。あ、本当だ。この時ね。あ、すっげえ。この時ね。この時ね。これ室内で写真撮る感じ、僕ブログかなんかで見てて、すっげえいいなと思ってました。あ、本当。ありましたね。その
ぐらいからちょっと行ってって感じか。あれですね、もう幡ヶ谷店を離れてっていう感じですね。そうだね、ペイント行ってっていう感じで。でもやっぱその店長陣は絶対そのあぜみさんの組んだ自転車に憧れて目標にしてやっぱねここの門を叩いてくれたんじゃないかななんて思うんですけど、まあでも彼らもね入ってきた当時はまだ僕もそんな全てを知ってるわけじゃなかったし、発展途上のまだまだなメカニックだったんで、結構やっぱ自分にこうね無我夢中なところもあったし、そこまでねちゃんと教えられる機会もねそんななかったと思うんで、そんな自転車がもう一番の教科書です。いやね、みんなよくね勉強熱心でここまでやってくれたからね感謝するしかないよね。じゃあちょっとね昔話すると多分あと3時間ぐらい進まんな。だんだん出てくる思い出ちょっとなんか大事なとこそれ走られてない。それは来年足利さんとやってください。はい、それは来年足利さんと喋れるかな。やってください。はい。いやでもそうやっぱあぜみさんの自転車はねやっぱその頃がかっこいいなっていう感じでしたよね。何がかっこいいとかまあじゃないんだけど分かんないんだけどその当時は、なんかねこじゃれてるっていうかなんていうの確かにありますよね。そうそうあぜみさんでもほらあぜみさんそういう組み方じゃん。かっこつけすぎないっていうか、そうそうなんだろう参考にしてたまあ組み方とかあるんですあったんですか当時。参考にしてたっていうのはよく見てたとか。じゃあ最初は競輪のフレーム売ってたじゃないですか、でじゃあサーリー取り扱いますってなるじゃないですか、じゃあサーリーを組み立てますブルーラグっぽくってなった時に、どうしてたんですか。今でこそ僕らはバイクカタログとか持ってるから過去のノウハウがあったりとか、参考に、自分たちの過去のあれを参考にすることができるけど、あぜみさんの時は過去がないわけじゃないですか、その時はどうしてたんですか。でもいろいろ見てたな。海外のサーリー組んでる人たちとか、乗ってる人たちをこうちょっと参考にして、こういう組み方あるんだとかっていうのを少し参考にはしてたけど、でもどのパーツを使ってるかっていうのもなんか細かく説明されてない、写真だけボンみたいな。そうめちゃくちゃ拡大するみたいなだからなんか、見よう見まねでやってたかな。その前に、そうだな、サーリー扱う前ちょうど僕1号店の時にギア付きが欲しいなと思ってたまたまサークルズに行く機会があって、でサークルズもその当時1号店の時でみんな今でも知ってるそのハンドメイドのハンターっていうフレームがあって、でこのフレームすごいかっこいいなと思って、その当時田中さんとかがいたんだけど、昔のメンバーがいて、特にこう説明はされてなかったんだけど、そのフレームについて、そのフレームがすごいちょっとこうバチッてこうきて、でその場でオーダーしちゃったんだよ。あれそれってあれでしたっけその足利さんあぜみさんほらアメリカのナーブスに行った後、行く前か。行く前なんだ。行く前にそうかっこいいフレームがあって、これでギア付きでいけるんですかって聞いて、いけるよってなって、でこれ全部採寸してオーダーしないといけないから、こう採寸してオーダーしようかみたいな話になって、その場でオーダーして、で2号店に釣ったぐらいにそのフレームが届いて1年半ぐらいかかったかな。でそこからギア付き、右も左も分かんないかったからギア付きで、そこでまた名古屋行った時に、その当時サークルズ猿渡さん、猿さんって呼ばれるチーフメカニックの人がいて、割とこうよくしてくれてた人なんだけど、その人にこういろいろ聞いて、こんなことも分かんねえのかよみたいなさせみたいなブルーラグの自転車って、そのブレーキのワイヤールーティンとか、シフターのルーティン、すごいみんな厳しいとか美意識がすごい高いと思うんですよ。そうですね。そう本当に美しい、でもなんかそれを
でなんかやっぱあぜみさんがもともとすごいその美意識が高くて、あぜみさん元祖みたいな、そうですね。そうだからそれってあぜみさんが独自にこだわってたのか、それともそういうサルさんとかからこう綺麗にやれじゃないけど教えてもらったのか。サークルズの自転車もね、その当時やっぱもう群を抜いてすごいかっこいいものがいっぱいあったし、でそれをやっぱりいろいろ見ていくうちに、やっぱそういうところまでこだわってる組み方なんだなとか、っていうのも感じてたし、言われたわけじゃないけどじゃあ感じた。そうだね、でやっぱナーブスとかも連れてってもらえるようになって、やっぱり自転車もかっこいいけど、そういう細かいところも気になっちゃって、ケーブル系のやつとかみんなどうして組んでんだろうとかってこう見ていくうちに、やっぱ結構こだわってるっていうか、変にクロスさせたり無駄にでそういうところもなんかやっぱすごい面白いなって思って、なんかねこういう風に組めたらかっこいいなみたいな、ルーティンめっちゃこだわるよなっていう印象が当時はありました。かっこよかったですもんね。なんか多分ハンドメイドバイクでシクロクロスやるみたいな時あったじゃないですか。だからハンドメイドバイクのブームがもうシクロクロスだった時みたいなのがあって、やっぱ全部出るじゃないですか、ワイヤーって。あれってもうケーブルハンガーつけて前後のディレイラーつけたら、もういかに取り回しさせるかが、今みたいにディスクブレーキで全部内装でみたいなのじゃないから、もうメカニックの腕の見せ所じゃないけど、けどそれはあえて口には出さないみたいなのがあって、そう多分けどあぜみさんが最初じゃなかったら多分そこがなんかなあなあっていうか中途半端になっちゃって、ブルーラグも今みたいに繁盛してなかったんじゃないかなと思うし、僕はあれです直接じゃないんだけど、僕は他の自転車屋さんで働いて経験者としてブルーラグに入れさせてもらったんですけど、最初組んだ自転車で松本さんに全ダメ出しされて、でその時もうあぜみさん多分ペインターやってたんですけど、あぜみさんって人がここからこういうとこまで全部言うとあれだからあれなんですけど気にして組んでるから、それをなんだろうな参考にしてっていうか、そこまで気に使って自転車組んでほしいって言われた時に、俺ブルーラグ入ったんだと思ったんですよね。だからその時にもうちょっと本当に意識変えていかないとこの人たちにはついていけないんだと思って、でそこでやっぱりバシッと意識変わったって感じでしたかね。自転車組むのって多分誰でもね、知識と工具とやる気さえあればできると思うんだけど、組むその先っていうのは多分本当に性格出るというか人が出るというか、ひいてはもうお店の看板が出るっていうか、と思うので、本当にあぜみさんじゃなかったらブルーラグってここまで繁盛しなかったんだろうなとは本当におべっかとかじゃなくて純粋に思うなと思いますけどね。本当それですね。なんかさっきのハンターとか、なんか急に東京ではしてるのね、急に持ってくんですもんね。そう急になんかずるいっすよね。ギア違う、みんな NJS そうですね、ピストトラックバイクずりーそれめちゃくちゃ盛り上がってる。ずりー絶対もうパーツは NJS じゃないかみたいな、ちょっと極端だけどやってる中で急になんかギア付き乗ってきて、なんすかその自転車みたいな。でアルテグラその辺ないでしょ。そうなんか曲がってますよみたいな、めっちゃブレーキなんすかそれみたいな、ギアあるんすかみたいな、で急に乗ってきて、でもなんかその瞬間的にみんなどういう自転車か全く分かんないんだけど、とにかくかっこいいってことだけ分かったの。なんかよく分かんないけどすげえかっこよくて、やっぱあぜみさんってなんかすげえなと思ってその時ずりーって思っちゃいますよね、俺だったら。いやなんか昔から、怪我をしたっていうのもあるし、自転車でピストン乗ってて、確かにロードバイクで自転車ハマったって言ってますね。そうね、やっぱりなんか自転車って、ピストはもちろんすごいもうめちゃくちゃハマったし、でみんな好きじゃん、面白いしさ、でカルチャーもやっぱ確立されてるし、なんか自転車って、ピストもギア付きも、車輪2つあってペダル踏んで自分の力で漕いでいくみたいな基本的なことは変わらないから、なんかそれだったらね全然
別に固定じゃなくてもフリーギアの、ね、シングルでもギア付きでも同じじゃんっていう感覚だったから昔から、あまりどれかに特化して俺はこれしか乗らないみたいな感じでもなかったから、当時ね、割とその当時からなんていうのかちょっと柔軟だったのかな少し、でも思い返せばやっぱそこでなんかそのシクロクロスっていう自転車を安住さんが乗ってきて、しかもかっこよくて、そういうのがあったからみんながそのピストの次に行こうって思えたとか、そう僕とかも確かにそうもうそっか自転車ってたくさんあるよなと思って、自分もちっちゃい頃マウンテンバイク好きで乗ってたなとか、いろいろ思い返したりして。それでマックスもね、それからその流れで流天のね、そう一緒に流天にフレーム作り行きましたもんね。毎週ね、休みの日に流天も出てきたけど流天もやっぱりあぜみさんいつも心配してますよ。そうだよねあぜみは挨拶に行かないそうですそう半近くに行かない。お世話になってます。そうだね、流天もやっぱすごい我が道を行ってるけど、あの人はやっぱ昔からぶっ飛んでるものづくりに関しては、やっぱあの人の影響っていうのも少なからずあるっていうか、やっぱすごいもの作ってるなっていうのを改めてやっぱ感じるし、自転車の楽しみ方をねあの人から教えてもらったこともたくさんあるし、いろんななんか要素が。それでさ今はさメイドっていうさハンドメイドバイシクルショーあるんですけど、当時はだってナーブスってのがあって、じゃあ行こうよってなったんですか、足利さんが。じゃあ行っちゃうみたいなで連れてってもらったんだよね、我が子さん案内してくれて、社長と僕が行って、で3人でこうナーブス、3人で3人すごい3人すごい3人で、どうでした？一番最初のどこですげえなって感じ。そうですよね、言葉じゃ言えないぐらいの、もういろんなバイクがあって、もうピストからこうギア付き、マウンテン、チタンのなんかもうかっ飛んでるやつとか衝撃がすごくてやっぱり。だけどね、言ってみたら小バイクだから、なるほど、それはやっぱ自分のなんかね、住んでるとことか乗る人をこうちゃんと見て、やっぱ自転車組まないと、なんか自転車だけがこうバーって来ても微妙じゃん、人を通り越して。聞こうと思ってたんですよ今そのちゃんと身の丈に合ったっていう自転車を乗ってる方がやっぱ僕はかっこいいなとは思うので、それは一つのなんかこう参考の場としてはすごいいいとは思うけど。で僕らよく言ってるエブリデイバイクっていうのね、これあぜみさんが作った造語なんですよねって言ってずっと足利さん言ってますよでこれはどういうこれ言ったんですか、あぜみさんが。言ったっていうか、なんか書いたのがブログかなんか、なんかその当時だんだんなんか僕たちもそのね、ゴールドのカゴつけたり、スタンドつけたり、フェンダーつけたりっていう作業もちょこちょこ増えてきて、なんかこれ毎日乗る感じの自転車に合ってるよなっていうか、っていうところからじゃない。なるほど、毎日毎日自転車いや直訳バイクなんかその当時多分サーリーのロングホールトラッカー乗ってましたよね。あれ違うかな、そういう旅バイクを、ツーリングバイクをなんかそのフラットバーつけて、フェンダーつけて、ポーターラックつけて、なんかその緩く組んでる感じ。マークさんもディスクトラッカー乗ってましたもんね。そうあれはね、本当ツーリング、キャンプツーリングしたくて乗ってたけど、でもなんかそう、あぜみさんやたら緩く組むよなみたいなこと思ってたけど、やっぱそういうのエブリデイバイク、毎日乗るなんか自転車って言われてすごい腑に落ちたっていうか、いい言葉が起こってきたみたいな。そうだよね、毎日の着る洋服みたいな。私それをね、確かに目指してやっぱ自転車屋さん僕らみたいなのがいると思うので、いい言葉だなっていつも思いますよね。なんか他にないですか、そんな。他に今作ってもいいですよ。これから流行らしたいでもいいです。いやでもそのこっち系の話になると、
今日持ってきてもらってるバイクフライデーですね。鹿児島から飛行機輪行で折りたたんで、最近こればっかですよね。そうだね、こればっかり乗ってる。ここにねチタンのスペーサー入れるあたりがあぜみさんなんですよ。僕が言いたいのは。いやそれね一つ言っていい？一つたまたまそれしかなかったから。いやけど本当にたまたまかどうかはあれですけど、たまたまそこにあるのがあぜみさんなんですよね。今ちょっとお恥ずかしながらたまたまあるやつをつけたっていうぐらいの。あんま考えてなさすぎて。だからやっぱ自転車のパーツっていうのは財産になるから皆さんあそうなんだね。本当になんかね昔のパーツとかあったら持っといて損はないよね。でごめんなさい、何でしたっけ？こっち手の自転車で言うと正直な話、なんていうのかな、ずっと 700C とか乗ってたから、その当時はやっぱ小径車乗ってるとか小径車なんてみたいな、多少わかりますよね。そうですよね。多少ちょっと違うなっていう感じ。趣味性が高いですよね。めちゃくちゃで。そうだよね。ちょっとおじさんが乗ってるおじさんっていうかなんかね、それはちょっと偏見です。だけど最初ブロンプトンやるってなった時にあんまこうそこまで乗る気じゃなかったんだけど、食わず嫌いになるのもまたちょっとあれかなと思って乗ったら、意外とよく走るなとか、結構小回り聞いてこれはこれですごいありだなっていうふうにも感じてたし、でその後ぐらいにでバイクライでやるってなって、でまたちょっと興味が出て、じゃあちょっと太いタイヤも面白そうだな20インチってなった時にこれをオーダーして乗ったら、またこれはこれでちょっとブロンプトンとは少し違う乗り味、また20インチだからちょっとこうよく走るじゃん、これはこれで面白いなっていう風になって、太いタイヤの20インチで折りたたみもすごいなって今なってて、なんか小径車は小径車ですごい面白い部分がいっぱいあるなっていうのをちょっとねお恥ずかしながら最近知ったっていうか、あと乗り方も、僕もうね47だから、そこまでみんなみたいに若い子たちみたいに距離も乗れなくなってきてる。だけどなんかこういう自転車ってこうだんだんこう自分の年とこうちょっとこう合ってくるっていうか、乗り方が街で緩くとかも乗れるし、どっかこう旅先でこうねその街を乗るっていうのもまたそれはそれでまた違う楽しみ方もできるし、なんか奥が深いなっていうふうに思い出してて、おかわりしてるんですもんね。そう今こうちょっとタイヤ太いダイヤモンドラマーに乗ってるんだけど、ちょっとスピーディーに乗りたいなと思ってロードタイプのモデルをオーダーしました。ハマってるじゃないですか。だいぶハマってるじゃないですか。こんな細かったけど大丈夫かな。大丈夫ですよ多分。乗れるか。あ、もう大丈夫です。極太のスコット乗ってた。カンカンだ。あずみさん、さっきちょっと僕がねペインターもう僕が入社した時はもうペインターやってたっていう話がちょっと出たんですけど、クックのね今今野さんが塗ってくれてるんですけどにも一旦というかやってたんですもんね。そうペイントをやらせてもらってる時期もあって、マルチっすね。いや、基本的になんかこうね科目にこうなんかやってるのが好きなんじゃない。やり始めたけどやっぱ思った以上にすごいやっぱペイントって大変だし、なかなかねあそこまで綺麗に塗れる、千野さんも含めて、こんちゃんもやっぱ上手だなと見て思うもん。本当ですか。めちゃくちゃ上手だな、俺こんな綺麗に塗れないわってちょっとねやっぱねすごいと思う。けどだってあぜみさんだってメカニックやってて、いろんな事情があってペインターに、なったと思うんですけど、不安とかなかったですか？できっかだって本当そんな先輩に言うことでもないですけど、すっごい柔軟ですよね。柔軟だったのかなんかやりたかったっていうのもあるし、それを覚えたかったっていうのもあるし、仕事にできればなとかっていうのもあったから。最初千野さんとやらせてもらってたけど、やっぱ千野さんはやっぱ僕の先輩っていうか、ペイントのでよく知ってるし、でやっぱ千野さんも器用だしさ、いろいろなことを教わって自分でこうなんとかできるようにはなっていったけれども、
やっぱりあれすごいセンスがいる、ね、仕事だと思うので、濡れるは濡れるんだけどやっぱそれなりのこう労力っていうか、すごいかかる仕事なんだなっていうのは身に染めて、ね、思えたというか、いい経験にはなったよね。僕絶対できないですもん。できないですね。で鹿児島に行くんですけど、安住さんが1回退社して鹿児島行ったのってもう何年前？7年前とか。ああすごい。今年で8年目とかじゃないかな。なるほど。鹿児島にはなんで鹿児島だったんですかってたまにお店のお客さんにも聞かれるんですけど、気になるとこだよね。家族の事情で移り住むことになったんだけど、妻だった方が鹿児島出身で、でその家庭の事情で戻ることになってっていうか、で結構最初に住んだところが割と鹿児島の南の方の地域で、自然も結構いっぱい、豊かな地域だったんで、こう近くに山とかがあったり海沿いでこうロード走ったりしたら、ね、結構やっぱ自転車楽しいなみたいな風になって、それだったらやっぱこうちょっとだけ知識あるものでなんかここでできたらなっていう感じで始めました。ボルカニックサイクルね。はい。安住さん個人でやってらっしゃったんですけど、何年前ですかあれ？鹿児島店は3年前。そうですね。でこれ4年目。もう一回ブルーラグとしてやろうよってなったのは、なんか軽く経緯とかあります？いやなんかね、なんかやろうよとかっていう話じゃなくて、なんかのこう社長とはなんかそれお店やってる時もいろいろコンタクトはしてたんで、相談事乗ってもらってたりもしてたんで、そのなんか話の流れでなんかブルーラグが鹿児島にあっても面白いんじゃないみたいな、なんかこう話になった時に、面白いなと思って、やっぱねこれだけの商品がね地方にあって、でいろんな自転車を見れてお客さん的には絶対楽しいって思ったし、やっぱ僕が今いる鹿児島の人たちにもこういう自転車があるんだ、こういう世界観があるんだっていうのも知ってもらうにはやっぱいい機会だったし、でそんなところでまた働けたら九州なんか楽しいかなっていうふうに思って、でそれでなんかお店もしやるんだったら、ぜひ働かせてくださいみたいな感じになったのかな。安住さんがやってたところはもうちょっと外れというか離れてるところですね。市内からちょっと外れてる。で、そのブルーラグ鹿児島はこの市内ですよね。そう割とこう中心地にある。そう。海沿いの。もうブログとか見てくれてる方とかあれですけども、桜島がもう目の前でやるすごい最高のロケーションですね。道も広いし、割とフラットだし走りやすいしね。街中は本当鹿児島すごいフラットで、道も走りやすいし、自転車あればすごい楽しい地域っていうか。なんかあります？どうです？ 4 年目を迎えて移住というか住み始めてからはじゃあもう10年はないけど、って感じですよね。だからお店のことだけじゃなくてなんか鹿児島の月並みですけど鹿児島の魅力とか、鹿児島でこんなことやっていけたらなお店として、安住さんとしてみたいなのありますか？やっぱ自然が多い場所なんで、なんかねその自然を生かしたこう自転車の楽しみ方ももちろんできるだろうし、街で乗る自転車もやっぱ楽しいなってやっぱね、今日東京来てるけど街で乗る自転車も楽しいじゃん。街で乗る自転車も楽しいです。なんかこう道路をさこう車とこう並走してみたいな、そういうのがやっぱ楽しいし、なんか両方の楽しみ方ができるとは思うので、もちろん街乗りでもロングライドでも、なんかねこれからちょっと楽しい自転車に乗りたいとか、興味持ってくれた人がね来てくれたら、確かにまた相談しながら。確かに安住さん今日飛行機で輪行してきてますけど、僕も何回かやりましたけど、本当こんなこと言うとあれで1回やればそんなにこんなもんかぐらい、気軽さでいけるから、すごく自転車持ってくのいいなとは
毎回思いますよね。いや持ってったらねめちゃくちゃ楽しいですよね、楽しめる鹿児島は。特別自転車持ってったからあそこ走んなきゃとかじゃなくても、街中をね走るだけで、そのじゃあ撮ってる旅館から水族館行くかでも楽しいですよね。あそこの水族館すごいっすからね。行ったことあります？あるよ。川にイルカ放つんですよ一回。どういうこと？川ですね。中のなんかそうですよね、スイカじゃないイルカの水槽から水槽とイルカ合体しちゃったんですよ。水槽が外の川とつながってて出てくるんですよ川に。で川も逃げられないようにもちろんしてますよ。そうで戻るっていう。ぜひ鹿児島店行った方はぜひぜひ隣にマックがあってね。隣にマックがあって。そうぜひおすすめですね。でも本当に走りやすいですよね。僕も最初オープニングでお手伝い行きましたけど、なんかちょっと繁華街っていうか街に行くのもそうですし、あぜみさんと一回街中ブラブラしましたんで、なんだっけ展望台みたいなの。城山。そうそう城山にちょっと登るのも楽しかったりするんで。確かに。でフェリーで自転車そのままフェリー乗って10分ぐらいで桜島着いて桜島一周するでも全然楽しいんで。半周もできる。半周も一周だと桜島行った途端急にコース。そうだね。全然一周したけどデジとちぎられて。あれさおっせえ。いや半周。あとねみんな埋まってる鳥居で。埋まってる鳥居はぜひみんな見に行ってください。灰でね。鳥居が灰で埋まっちゃってるんですよ火山灰で。小学校の隣ですよね。ねよく知ってる。僕もほら去年イベントでね桜島走ったけど、もう全然その半周もない感じのね、もう10キロ内のライドもめちゃくちゃ気持ちよかったんで。海沿いね。いいよね。あれはもう行ったら絶対走ってほしい。あとご飯美味しい。とにかく美味しい。なんか何でもないとこ入っても美味しいですよね。何でもないとこ入っても美味しい。そうなんですよね。それがねすごいいいですよね。安いしね。確かに人もいいしね。確かにみんな優しい。ねそこはすごい魅力だよね。やっぱねいいところだと思う。あぜみさんにとりあえず自転車相談しに行くもいいかもしれない。いやそれもね、めちゃくちゃいいと思う。頑張ります。そう本当に話すだけで自分の自転車偏差値が上がるような人だと思うんで、ぜひぜひ皆さん会いに行ってもらえたら嬉しいかなと思います。じゃあ今日は以上ですかね。マックさんもありがとうございました。朝のお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございます。